はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングを通して今のエネルギー解説をさせていただきます。皆さんが自然にねやりたいことを防衛なく進んでいけるような何かヒントになればいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏はマジシャンですね。はい、まずソードの8、ワンドクイーン逆、ペンタクルス5の逆、そしてワンドエース、そしてワンドの9、カップの4、カップキング逆、はい、気をつけることや対策がワンドの6と女教皇とオラクルは、はい、ジャッジメントの逆ですね。なるほど。ちょっと星の話をさせていただきますが、まずこの4月っていうのは4月特に中旬ぐらいから強くなるんですけど、とにかく何かを始めていくとか新しい流れができるみたいな進んでいくっていうエネルギーがすごく強くなるんですね。ではい、そのエネルギーを魚座さんももちろん感じるでしょうし、ただその何かを進めていくというエネルギーは魚座さんにとってはどちらかというと本当にこの事態を動かすというよりは自分の内側でなんか自分が信じるものをもっと強く信じるとか、例えば見えないところで自分が稼いでいるお金をもっと増やすとか、なんかそういう動きに出そうだなというふうに思いました。もう一つ3月31日から金星というね、社交性とかお金とか豊かさとか美しさを象徴する金星という惑星が牡牛座に入ることによって、魚座の皆さんにとってはちょっと人とのコミュニケーションとか勉強とかもそうですけど、人との関わりですね、それがなんかとても豊かになるので、SNS も今はもうね SNS とか当たり前の時代ですけど、その中でも本当にいいものを自分がキャッチできるとか、自分が何か発信するとか、自分の中にアイデアが湧くとか、そういうのもあるかもしれません。そして4月の、2日が満月なんですけども、この満月っていうのはとても自分の感性がいい意味で揺さぶられるかもしれませんね。この3月の末から4月の前半っていうのは、魚座さんにとっては一番何を気づくように宇宙から促されているかって言ったら、本当に自分が持っているもの、すでに持っているものです。これは感覚です。五感ですね。そういったものをどこまで自分が信じて、生活しているのかみたいなことを問われているような気がします。五感ってね、もう別に何かをしたから消えるわけじゃないじゃないですか。もし本当に事故に遭ってそういう神経が途切れたら消えるっていうのもあるかもしれませんけど、実際自分に備わっているものなわけで、なんかなくしていくものではないわけです。なんかせっかく備わっている自分の五感を使ってますかみたいな感じのメッセージもちょっと感じました。要するにそれが生かされてくるんですね。でそれを4月の2日前後に一番問われている感じがしたんです。満月って基本的にはちょっと揺さぶられる意識がね、揺さぶられたり興奮したりとかする時なんですけど、その自分が感じていることって本当に正しいのかどうかっていうことをなんか疑いそうな気がしたんです。4月の2日ぐらいに他者にどう思われているのかなとか、自分がどう感じるかではなく他者に受け入れられているかどうかで判断しようとしているみたいな、それが正解の時もあると思うんですけど、他者を優先するっていうのが。でも今この流れって魚田さんの感覚がベストなんだよなみたいな感じがあって、魚田さんがどう感じてるか、自分が自分をどう見てるかっていうのを問われている時なので、そこに気づく、自分のセンスに気づくような出来事があるのかもしれませんね。で特に4月の10日以降っていうのは火星というね、切り開いていく力とか戦っていく力とかバイタリティというものがお羊座に入るので、全体的に皆さんが戦っていきやすいというか、自分が望むものを進めていくバイタリティがある時なんですけど、魚座さんはそれをさっき言った自分が内側で
信じたいものをもっと信じられるようになるとか、自分のことをもっと認められるとか、そういったところにエネルギーを注ぐかもしれないし、または現実的にもしお金を稼がなくっちゃと思ってらっしゃる方は、よし稼ごうみたいな、そういう思いになるかもしれませんし、実際稼げる時ではあります。そしてカードで見るとですね、なんだか動きたくても動きづらいみたいな、そういう感覚があります。入り口がやっぱり葛藤があるっていうふうに出てるんですよね。自分で自分のことを縛っている。本当はもっとこうしたいんだけど、そうできない現状があるとか、本当に自分が感じていることを言ったらこう抑えられますみたいな、そういうのでこう出したいけど出さない、今出せるタイミングなのかどうかを見計らってるみたいな、そんな感じかもしれないし、もしくは自分で自分のことをすごく否定していて、自分に対しての批判が強くて自分の感覚を信じきれていないみたいな、例えば自分からすごくいいものが生まれてきて、これっていいんじゃないって思うかもしれないけど、いやいやそれが何の役に立つんですかみたいな感じで自分でかき消すみたいな、そういったことで自分をすごく縛っているのかもしれないなというふうに思いました。でもこれはなぜかっていうと、やっぱり自分の感覚や価値をどれだけ信じられますかというテーマが宇宙から与えられているからこそ、やっぱり自分の自我はそれでいいのかみたいなことを自分で言うんですけど、そこであれおかしいなと、なんで自分はこんなに苦しいんだとか、なんで自分はこんなに止まってしまうんだっていうところで気がついて、自分でそれを話していけるっていうのかな、変えていけるよ、その気づきになるよっていうことなんですね。なのですごく現状やろうとしてる、頑張ろうとしてるエネルギーもあるし、そこに対しての抵抗もあるし、でいやでもそれを打破するためにもうちょっとこれを準備しようとか、なんかこうまっすぐ行かないならちょっと斜めから行ってみようみたいな、そういう動きもあるんだなっていう感じがして、すごく頑張ってらっしゃるのは感じます。すごく感じます。まっすぐに進みづらいからこそ、そのさっき言った斜めに行ってみようかなとか、何がいけなかったのかちょっと振り返ってみようとか、反省してみようとか、こう対策を練ってみようみたいな、そんな感じがすごくありますね。そしてね、ちょっとカードの続きですけれども、やっぱり過去のところにこのカップのペンタクルの5のカードが出てる時っていうのは、やっぱり自分の価値を見失ってる時によく出てくるんですね。なので、誰でもそうなる時ってあると思うんです。誰しもがもう本当に自分大好き、自分最高みたいに言ってる人でももしかしたらあるかもしれないよね。たまに落ち込む日があるとか、自分何やってんだと思う日があるかもしれないですけど、そういうふうにこうみんな誰だってそうやって落ちる気持ちがね、落ちたりとか自分の価値を見失う時があるのは普通だけども、そこからこういかに早く立ち直れるかっていうか、なんかそれを言われてる気がするんですね。でさっき言ったみたいに、こう本当に自分の価値を信じられるかどうかのテストだからこそ、そういう気持ちになるっていう感じがあるんです。なのでもう一回私ったら自分の価値を見失ってたわって、自分のことをすごく悪く思ってたわみたいなことを気づいたら、OK って感じね。気づいて、そんなことないそんなことないって自分にまた言い聞かせてあげてほしいんですけど、ここでやっぱり自分の能力に気づいていくよっていうカードが出ています。でこれってやってみなきゃわからないよねっていう感じなんですね。頭で計算してこうしてこうしてこうしたら大丈夫だからやりますというのではなく、実際にその現場に行ってみるとか、実際に体験してみる、自分が感じてみないと本当にそれをこなすだけの体力があるかどうかわからないみたいな、そんな感じで、でもできますよっていうふうに言われてるわけです、カードでは。だけどまずは最初の一歩を踏み出してみようみたいな感じなんですけど、でも魚座さんの中にはなんか本当にそれがちゃんとできるかどうか確かめたいみたいな感じもあるのか、やっぱり準備万端にしたいんだなって感じが出ています。ここで準備するというカードが出てるんですね。でそれは悪いことではないんですよ。全然準備してもらって全然いいです。ただどこまで行っても準備は続くって感じがするので、やりながら準備してっていうかな、行動しながら足りないところというか、自分がもうちょっと肥やしたいところを肥やしていくっていうのがいいような気がします。なぜならば感情的にここでやっぱりカップの4というのが出てきて、安全を優先させるがゆえに守りに入るっていうのも正解なんですけれども、なんかその感情的に
うわ絶対大丈夫だとかものすごい高揚感とかそういうのがあるからできるというものでもありませんよっていうメッセージだなっていうふうに思ったんです。たとえ落ち込んでいようがなんか感情的にあまり良くない状態だったとしても自分の能力っていうのは変わりませんよっていう感じで言われてるなと思いました。どうですか？なんか通じますかね？でいつでも私たちの感情っていうのは振り子のように良くもなったり悪くもなったりするし、自分の体調にも合わせてね、だからそこを基準にしないでほしいっていう感じですかね。で魚田さんのやっぱいいところってやっぱその感性がすごく素晴らしいところなわけなんですけど、なのでその感性を使って何かをやっていきたいっていうのはすごくいいと思います。でもその感性を自分で信じきれなくなったりとか違う方向も行きたくなるのかなっていうのが出ていますね。でもなんとなくですけどやっぱり一歩進んだらビクトリーじゃないって感じがしますけどね。ビクトリーっていうのは勝利、進んだり何かを体験すること自体がもう自分にとっての勝利じゃないですかみたいな感じがしました。結果がどうとかっていうよりもそれを体験できていること自体が素晴らしい感じですね。そしてオラクルで言われているのが今ジャッジメントの逆位置なんですけども、ジャッジメントっていうのは何か長い間ずっとなんて言うんでしょう、棺桶の中にねずっと自分がいて、そこから救済のラッパが鳴ってやっと目覚めましたみたいなそういうカードなんですけれども、または何かが目覚めるとか何かが生まれるまでっていうのは少し時間がかかるよっていうカードだったりするんですね。子供だってそうです。実際受精してから成長して子供が十月10日本当にこの世に生存できるぐらい大きくなってから出てくるみたいなそういう感じがで、その時間っていうのはすごく大事なわけですね。なので今魚田さんが感じていることや計画していることも含め自分の中で温めてきた自分の才能、自分の能力だからこそできることっていうのはやっぱりゆっくり時間をかけてほしいなと思いました。今この時間で例えばこの4月の頭でなんか自分の思うような状態になっていなかったとしてもカード的にはいやまずそれを体験することで勝利なんですよっていうふうに言われているわけなので、ちょっと時期がずれるのかもしれませんね。何か想定していることっていうのは、ちょっと仕事のことを見てみたいと思います。お仕事、ペンタクルスの8、ペンタクルスの3、カップの9ということで、仕事に対してはやっぱり自分がやるべき仕事はそこにあるっていう感じがあって、ちゃんといくらでもこなしていける、やることはいくらでもあるっていう感じがします。ただそこにどのように効率よくやっていくかとか、どのようにその感情的喜びも乗せながらやっていくかっていうのがテーマで、なんかそれはですね一人でやるというよりはやっぱり他者からの応援だったりとか他者からのなんかサポートも含め一緒に関わっていくことによって喜びに変わっていくよっていう感じが出てますね。そしてやっぱりペンタクルスというお金のカードが2枚も出ているので、もし今稼ごうと思っていらっしゃるのであればそのチャンスはあるという感じがします。はい。ちょっとでも気になるのがやっぱりお仕事に関して例えば意見が分かれたりとか、この人はこう A という見解がある、この人は B という見解がある、自分には C という見解がある、どうするのってなった時になんか一見 A と B が優遇されていて自分が優遇されていないかのような気がするかもしれませんが、今はそういう時っていう感じがします。今はこの変化を経てまた生かされる時があるから意見を出すことはもちろん素晴らしいしそうしてほしい。でもそれが通じるかどうかというのはまた別問題ですよっていう感じがしました。で今お仕事として言われているのはとにかく自分はやるべきことをやるということと、あとその他者と関わる時にどちらかというと他者の思いだったりとか意見というものを優遇する形になっていくのかもしれませんし、そうした方がなんか後々自分の満足感につながるのかなって感じはしました。はい。
どうでしょうか。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係は、女帝が出てますよ。カップの7、ワンドの7ということでいいですね。何かちょっとほっこりするような関係性だったりとか、やっぱり好きだなこの人みたいな、そういうこうやり取りがあるのかもしれないし、関係性においてはいいです。自分が心がほぐれるような人との関係があるっていう感じがしますし、もっとこの人と仲良くなっていきたいなとか、もう少し関わりたいなみたいな気持ちも増えてきますね。ただなんか相手のことが全部わからないっていうか、相手の思いが全部読めないからこそ、ちょっとあんまり強引な行動はやめておこうとかいう感じもありますね。ちょっと自分の立場を守りながら関わっているっていう感じがあるので、全然今のままでもいいと思いますし、ただ向こうからすごく積極的に声をかけてくれるのかっていうと、そういうわけでもなさそうなので、一番はやっぱり魚田さんが心地よく入れる関係性を楽しんでほしいっていう感じでしょうか。自分から声をかけたかったらかけてもいいし、あんまりその気にしすぎずに、せっかくなんか豊かな関係性があるから楽しんでほしいなと思いました。はい、そんな感じかな。何かヒントになりましたでしょうか。なんかヒントになったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。いつも楽しみにコメント拝見しております。はい、ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。これかな、やっぱり。はい、どうでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。なんか明るいカードですよ。春っぽい、なんかジョイって、なんか喜んでとか、なんか自分の中からやっぱり湧いてくる直感で、それを祝福して楽しんでって感じがしますね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。